さあ、今日の質問ですが、なぜ聖書には多くの翻訳があるのですか？はい。なぜ聖書には多くの翻訳があるのですか？いい質問だと思います。いつものように3つ言いますね。1番目、聖書の原点は変わりません。いいですか？原点は変わりません。原点というと、旧約聖書はヘブル語で書かれています。一部アラム語が混じっています。それから新約聖書はギリシャ語で書かれています。ですから、ヘブル語の旧約聖書およびギリシャ語の新約聖書は変わることがないんです。じゃあなぜ多くの翻訳が出てくるのか。第2番目。それは私たちが使う言葉は変化するんです。私たちの使う言葉は変化します。例えば、日本語訳聖書を見ますと、とても古い訳で文語訳聖書というのがあります。これは大変美しい日本語で書かれています。しかし今の若い人たちが文語訳聖書を読んでもなかなかピンときません。そこで文語訳聖書っていうのは普通は今教会では用いていないです。ただし文語訳聖書の文体がとても素晴らしいので、今もそれを用いている教会もなくはないんです。ただ一般的には若い人たちには馴染みがない。だから分かりやすい、今の人に分かる言葉に翻訳し直す必要があるわけです。ですから文語訳聖書以外に日本語聖書としては口語訳聖書とか新海訳聖書とか、あるいは新共同訳聖書とかいったものが出てくるわけですね。これは言葉自体が変化している。それに適応するためにそうなってるんだということです。しかし3番目に、聖書の言葉の意味について新しい発見が出てくるんです。それは例えば、今原点は変わらないと言いましたけど、これが原点だというものが物理的に存在しているわけではないんです。私たちが持っているのは何千という写本群です。それを比較検討しながら原点が何かということを探ってるんですけども、今は 99% 以上物理的にはないけれども、でも文字上の原点は回復できていると考えることができます。しかしさらに新しい写本が出てきた、新しい発見があったということになると、今までよりもさらに深い理解が進むわけです。もう一つ、考古学上いろんな文章が発見されます。これは聖書でなくても、例えば聖書時代の言葉が発見されて、その文脈で、なるほど、この言葉にはこういう意味があるんだ。聖書には1回しか出てこないから十分わからなかったけれども、別の資料によると新しい光が当たってくるんだ。だから翻訳するときにもっと正確に訳すことができるというような発見が出てくるわけです。それである期間経つと再度聖書を訳し直すというようなことが出てくるわけです。これは聖書の信頼性を破壊してるんじゃなくて、信頼できるからより正確な訳に近づこうという努力を絶えず学者がしているということですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。